こんにちは、みどりです。ニュージーランドより発信しています。このチャンネルでは日常の困難を乗り越え、心穏やかな生活を目指す知恵を共有します。今回も心に響く話を短くお届けしようと思います。今回は、こんな大変なこと私にはできないと気後れしたときどうすればいい？というタイトルでお話しします。難易度が高すぎて自分には無理だと感じること、困難な課題で考えるだけでも圧倒されてしまうこと、あまりの大変さで見ただけでもやる気を失ってしまうこと、それでも自分でどうにかしなければならない場合、いかにしてその大きな課題と向き合うか、これが今回のテーマです。自分には絶対に無理だと思われるような課題は、できれば避けて通りたいです。でも、自分でどうにかしなければ困ったことになってしまう。将来大きな不都合が生じるだろうと予想されれば、やはり何とかせねばなりません。そんな場合に大変なことでも、さほど負担を感じずにやり抜く方法があります。それは大きなものを分割してたくさんの小さな部分に分けることです。そして小さな部分を一つ一つ片付けていくことです。もし小さく分けた一つでもやるのが大変なのなら、その小さな一部をさらに分解してもっと小さな部分に分けます。これだったら自分にも無理なくできるだろうと思えるまで小さくどこまでも噛み砕いていくことです。自分でも楽にできるぐらい小さなタスクになったら、その小さなタスクを淡々と一つずつ片付けていきます。もちろん分けたものの数はかなり多いことでしょう。しかし、それら一つ一つは自分には大きな負担なくできることなので、焦らずに一つ一つを丁寧にやっていけばいいです。そうするうちに確実に大きな課題を成し遂げることができます。例えば部屋がゴミ屋敷のようになってしまった場合、物が散乱していて足の踏み場もない状態です。食べ残しのものがそのままになっており腐っています。悪臭を放ち、ネズミや害虫なども発生し始めました。あまりにもひどい状態で、このまま放置しておけば、健康上の被害も避けられません。片付けはやりたくないけれど、どうにかしてやらなければ、手がつけられない状態になり、もっと困ったことになります。こんなゴミ屋敷をどこからどう片付けていいのか、わからないからやりたくないです。見ただけでもあまりのひどさでやる気を失うほどです。やりたくない気持ちと、やらなければもっと不都合が生じると思う気持ちが自分の中で争っています。そんな状態でもやもやしているとき、思い切って今からスタートしてみましょう。いきなりすべてを片付けようとは思わないことです。まずは今日無理せずに自分にできることだけをやってみます。例えば、床に捨てられたお菓子の包み紙を拾ってゴミ箱に入れます。今見える場所にある食べ残しのものやお菓子の包み紙を拾ってみるだけでいいです。2、3分もあればできるでしょう。今日はこれだけで十分です。明日も同じように2、3分でゴミ拾いをします。こんな小さなことでも毎日続けていれば、そのうち変化が見え出してきます。腐った食べ物や食べ終わった食品の包み紙はすっかり部屋から消えます。そうなったら今度は床に散乱した雑種類を集めて一つの山に積み上げてみます。同じものを集めて種類別に一緒に置くといいでしょう。
この作業を続けていれば、同類のものが一つの場所に集まり、整理整頓する準備につながります。こんな感じで1日たった2、3分でも無理なくできることをやってみます。毎日これをやり続ければ、1ヶ月もすればもうゴミ屋敷ではなくなっています。ここまで来れば、もうちょっと頑張ってお部屋をきれいにしようとやる気まで湧いてきます。先が見えれば嬉しくなって頑張ろうと思えるものです。そういう気持ちになったら一気にやってしまうのもいいです。最初のうちはあまりのひどさでどうしていいかわからない。でもこんな時には小さなステップに分け、今日自分が2、3分で楽にできることだけをやればいいです。それだけを淡々と毎日やり続けてみることです。そうすることで意外にも簡単に大きな課題と向き合えます。毎日毎日たったの2、3分で十分。心の負担にならないくらいの小さなことだけをやって、とにかくそれを淡々と繰り返すことです。私もこの方法で恐怖の高速道路運転を克服しました。100キロ制限高速道でビュンビュン飛ばした車と一緒に自分が運転することは私には大きな恐怖でしかなかったです。長い間高速道路運転を夫にすべてお願いして私は避けて通ってきました。しかし頼りにしていた夫が突然病気にかかり、普通の生活もままならなくなりました。車社会に住む私たち家族は高速道を利用しないと日常生活にも支障が出てきます。自分には絶対に無理だと思われた高速道路運転も私がやらねば困った状況になってしまいました。それで怖いけれどどうにかしようと私は思ったんです。この時私が使った方法は恐怖の高速道路運転の課題を自分でもどうにかできるぐらい小さなものに分けることでした。幸い私の自宅近くにはインターチェンジ間がたったの2、3キロという場所がありました。この区間なら高速道路に入ってもすぐに出ることができます。私はこの区間を利用して高速道路運転の練習を始めました。最初はたった2、3キロでもかなり緊張しました。高速道路の入り口で100キロ制限の標識を見れば、私の心臓はバクバクしました。体は緊張でカチカチに固まり、ハンドルを握る手は汗ばんでいます。とても恐怖に感じましたが、私は自分に言い聞かせました。すぐに出れるから大丈夫だよ、と。そして思い切って高速道に入ってみました。入った途端、すぐに出口が見えたので、非常に心強かったです。あっという間に高速道路から出れました。私は毎日毎日、この短い区間を入っては出ての繰り返しをして練習しました。これを続けて2週間ぐらいした頃です。もう少し先まで運転できるかもしれないと感じた瞬間がありました。そしてその時、今度は次の出口まで運転してみようと思いました。本当にもう少しだけですが、ちょっとだけ長い距離を走ることができました。一回一回はほんの少し長くするという感じでも、徐々に長い区間を高速道路で走れるようになっていました。これをほとんど毎日続けて3ヶ月ほど経った頃、私は40キロほど離れた場所まで高速道路を運転できるようになってました。毎回毎回小さなステップを踏み、ちょっとずつ距離を長くしていきました。これなら私にも全く無理がありません。しかし自分に無理ない小さなものでも、やり続ければ
徐々に距離は長くなります。そしていつの間にか40キロも平気で高速運転ができるようになっていました。その後の上達はかなり早かったです。40キロまで行ったら、今度は80キロ、100キロ先までスイスイと行けるようになりました。最初は高速運転と聞いただけでも恐怖を感じて、自分には絶対に無理だと信じ込んでいましたが、やらねばならない状態になったとき、大きな課題を無理なくできる程度の小さなものに割ってみて、その小さなものを繰り返すことで、最終的には私は普通に高速道路が運転できるようになりました。正直一生高速道路を自分で運転することはないだろうとまで確信していましたが、そんな私でも大きなものを小さく分けて、自分のペースで無理なく小さなものをこなしているうちに、大きな課題を成し遂げることができました。今となればやってみてよかったと心の底から思えることです。難しいと思える大きな課題でも、それを分解すれば小さな部分に分けられます。小さな部分でもまだ難しければ、さらにもっと細分化して無理なくできるぐらい小さく噛み砕いてみます。どこまで小さくしても全然構いません。自分がこれならいけそうだと思うまで小さく分けていいんです。無理せずに楽にできることなら、大きな精神的な負担もなく淡々とすることが可能です。焦ることなく今できる小さな一つを淡々とこなしていきます。毎日毎日少しずつやっているうちに、あれ?こんなすごいことに、と自分でも驚くことでしょう。そうなるとやる気も出てきます。嬉しい気持ちでもっとやりたいなと感じます。いい調子です。今まで通り続けましょう。もちろんすごくやる気になったら、その時自分ができるだけいつもより大きく飛んでみることもありです。ポイントは大変でどうにもならないと思えるような難題に対して、どうにかできるぐらいの小さなタスクに分けてしまうことです。小さなタスクの数がたくさんあっても構いません。一つ一つは小さなことなので自分にも無理なくできます。どんなに小さなことでも淡々と一つずつこなしていけば、やがては大きなことを無理なく成し遂げることができます。実践してみればわかりますが、小さなものでもこんなに積み上がればすごいものになると感激します。大きくて自分には無理だと感じられても、その大きなものを小さな部分に割ってみましょう。割った後でも大変ならば、もっともっと小さく細分化していきます。これならできるというところまで分けていくことが重要です。そしてその小さな部分を淡々とやり続けます。やってるうちにある日驚く日が来ます。あれ?こんなことまでと感激できる日がやってきます。嘘だと思っても本当だから、ぜひ試してみてください。ということで今回は、こんな大変なこと私にはできないと気遅れしたときどうすればいいというタイトルでお話ししました。最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました。次回も役立つ情報をお届けする予定です。応援いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ニュージーランド在住のみどりでした。それではまた次回まで。